大丈夫じゃないかもしれないので、一応このコーナーはフィクションということにしてもいいでしょうか。それでは今日のまず1個目の事件です。じゃじゃん、青森八戸脱走事件。イエーイ。ビザンないでしょう。はいはい先生、すいません、私です。脱走しました。私はこの2番目の戻る気で脱走しました。確信犯です。お金を持って電車に乗ってる確信犯です。もう絶対に戻るつもりで、わざとそのやっちゃいけないことをやりたくてタバコを買ってきたんですね。それで多分未成年だったから、タバコ未成年ですよね、18、19だったと思いますけれども、4人でタバコを吸いました。会社に多分4人で行きました。多分自分のうちに電話かかってきたのかな、なんかで会社からもういるの分かってますから行って、で一体何がどうしてこうなったんだっていうことで、一体何がどうしてこうなったんだっていうことで、会社としても脱走犯っていうのは珍しくないんですよ。もう必ず毎年いますから。で、新人の時に逃げる人で、ちょっと私たちみたいなこの時っていうのはもう中堅になってました。中堅したぐらいの時でした。ちょうど前女が世代交代、クラッシュガールさんとかまだデビルさんたちもいらっしゃって、私たちやその下のエイチトさんとかがこうどんどん力をつけてきて、これ世代交代になるんじゃないか。で逆にこの上の人たちはもう引退するっていう風に流れにこうなってるんじゃないかっていう時のですね。その時はもう本当にぐちゃぐちゃだったっていう、前にもそれ話したことあると思うんですけど、まず練習が一番の理由だったとは思うんですけども、練習がものすごく厳しくてですね、その厳しいっていうのがもう中堅ですから厳しいのはずっとやってきた中でも、その世代交代に時間がこうかかってきた時に余計にこう私よりも下の代かな、下の子たちに対しての練習がものすごくてですね、ちょっとこれはこのままいったら危ないんじゃないかとか、これじゃみんな多分やめちゃうだろうなっていうようなことがずっと続いてる時でした。これはちょっと何かを起こさないともうみんなちょっと死人が出ちゃうんじゃないかなっていうぐらいな感じでした。でもこのことに関してはですね、その時私たちはそう思ってたんですよ。だけどその何十年も経った後に、取材を受けた方たちがいらっしゃいまして、その人たちは普通に練習をしていたつもりでも私たちにとっては大変なことだったんだなみたいな感じのことを言っていた、雑誌かなんかで言っていたこともあったみたいですね。だから本当にやってる方とやられてる方のこの関係上っていうか、信頼関係があったらもっと違かったりとか、あと普段もっと接する機会があればもっと違うふうに受け取っていたかもしれません。ただもうちょっとその時の全日本女子プロレスは異常なほどごたごたしていました。それが理由で辞めて会社に呼び出されて、一体どうしたんだって、今実はこういうことがあるんですって言って、私はその戻るつもりで脱走してますから、これを言いたかったんですね。ただ自分から初めからちょっと練習が厳しくて今新人大変なことになってるんですよっていうことは言えなかったんですね。で、呼び出されて行ってそのことを話しました。そしたらですね、分かったで、お前ら辞める気はあんのかっていうことで、多分辞める気ないっていうふうに言ったと思います。多分全員言ったと思います。それで分かった、だったら戻れと。それ戻るまでに、みんなは地方巡業回ってます。自分たちも目黒にいます。でその巡業が多分もうすぐ帰ってくる頃だったんで、じゃあとにかく次の関東近辺、地方じゃなくて関東近辺から戻れっていうことで、多分その間に 2,3 日4日ぐらいかな、日にちがあったと思います。それでとにかく次の試合に備えて、なんだか知らないけど私カムレク染めに行ったんですよ、青とかに。時間ができちゃったんでそれもちょっとなんかその後々にすごく怒られる理由になっちゃうんですけども、なんか脱走して東京にカムレク染めに行ったのかよみたいな感じでちょっと言われたのも覚えてますでやべえみたいな感じで思ってましたけど、その時はもうそんなふざけた感じじゃないんで、すいませんみたいな感じだったんですけども、とにかく、それで戻りました。その戻った後っていうのはですね、この脱走はもう絶対なんですけども、戻った後はもう大変な地獄が待っているんですね。まずは、何かをされるとかっていうことはないです。殴られたりとかそんなことされないです。もういないもんと思って完全シカト、おはようございますって言ってももう全部シカト、それなりに中堅とかになってますけども完全にシカトです。もういないもんとして扱われるので、何をやってようがもう全然 だけども、やっぱしこの全日本女子プロレスの中で生きていくにはやっぱし溶け込まなくちゃいけないわけですよ。試合も毎日当たりますからなんですけど、もう全然いないもんとして扱われます。それがはいどうぞ。先輩にシカトされるのは分かります。はい。ちなみに後輩にもシカトされるんです。いや後輩は
よそよそしいです。多分かわいそうだと思います。多分別に喋んじゃねえぞとかって言われてないと思うんだけども、なんとなくこっちからは別に後輩におはようは言わない、あんまり言わないけども、あっちからも言いづらい感じですごく気まずい感じがこの脱走者に関してはある。いつもだから孤立するし、この脱走グループっていうのはすごく絆が強いですそうですね、とにかく居づらい環境に、それが1週間で終わる人、1ヶ月で終わる人、1年2年もう永遠と続いてる人とかいますね。なんかね、最短では多分1週間とか、それはやっぱし試合でとても重要な役割がある方まで行ってる中堅とか中堅ちょっと上ぐらいの人だったら1週間ぐらいで本当すいませんでしたっていうことで全てを話して打ち明けて打ち解けることもあります。ただすごく長くて4年っていう人もいたっていうのを聞いたことあります。すごく長いです。全日本女子プロレスのもう寿命っていうのがまず10年だったのに、もうほとんど半分、もうすぐ半分いっちゃうぐらいの4年間完全シカトっていうのは、逆になんかもうその生活に慣れるでしょうね、きっとね。慣れると思います。それでそこからまたもし運よくなんか仲良くなっちゃった時、これどういうふうにすればいいんだっけみたいな、4年間もしかされてますから、その人どうしていいか分かんないみたいな、ちょっとどっちにしてもリスクはすごく多いです。大きいです。ただ私たちがこの逃げた理由っていうのは、このままだと危ないっていうことがあったので、身をもってちょっと自分たちで何をされてもいいからちょっと訴えようっていうことで会社に訴えました。で会社はですね、とにかく次から戻れって言って戻った時になってて、お前ら今までと変わらずその練習を受けろ。っつって、私本当にこのままだと本当殺されちゃうかもしれないから、それの思いでこんなことしてまで会社に行ってるんですよっていうことを言ったんですけども、もういいからって言って、でそこに俺たちが練習してる風景のとこに行くから、そしたらお前ら何やってんだってそこで怒るから、それまでまたやられなくちゃいけないのっていう、今そのこと訴えてんだからそのまま言ってくればいいじゃない。それをもう一回そこでやられてね。でその時にそこにうちらが行くから、そしたらそれで何やってんだって怒るから、そしたらもうなくなるからっていう説明だったんですね。でもうこれは誰に訴えてももうダメだなっていうのを自分で感じて、これはもう自分で変えていかなくちゃいけないって思って始めたのが、前にも話した反抗期なんですね。自分で全てを叩きのめして変えていかなくちゃいけない。会社がやってくれないんだったらもう自分がやるよっていうことで、誰に対してもどんな先輩に対してもやっていたのがその反抗期だったんですけども、それに続くんですけども、まずそのことで私はもうその覚悟があるんでいいんですけども、結局このですね順番的にいくとB と K、 これ同期なんですよ。で C で H で一番下、私たちはまだいいんですけど、その下もっと下はもうやっぱり私たちよりももっと長い期間大変な思いをしたと思います。それはもうこの4人っていうのはがっちりですから、頑張っていこうねっていうことはありますけども、その私がいない間にやっぱりこの全日本女子プロレスの中でヒールといい役ありますけど、それ関係なしに脱走者はその中でまたもっと悪いやつになるんですね。悪いやつがいるとこっちの人たちはまとまるんですよ。こっちの悪いのもまとまるんですけども、悪いのがちょっといるとそれに対しての攻撃なんで、いい感じの雰囲気になってたんですね。帰ってた時になんか違う、今までと違う、なんか今までだったらこの後輩みんな大変だったのがなんかいい感じになってる、私たちが悪者になったらなんかみんな和やかな感じになっちゃってるよみたいな、なんか損したような得したような、なんかよく分かんないんですけども、私としてはそのことがあって会社からのそういう反応を見て、もう自分でやっていかなきゃいけないんだっていうことが分かっちゃったから、もう誰にも頼らないっていうもうスタンスになったんですね。そこからもう、後輩も先輩も会社も自分とは違うところに私は行くっていうことで、これ一人反抗期が始まるんですけども、そういう理由で脱走しましたね。脱走自体はこの流れなんですけども、やっぱり脱走して帰ってきた後っていうのはものすごく大変で、これが今の年列っていうか何年組になってるんですけども、脱走した場合に1年格下げになることもあるんですね。でこの期間が長いと2年格下げになることもあるんですね。そういうのがいろいろ増えてって、でだんだんこの頃に比べてもっともっと年代が経っていくと 2,3 回脱走した人もいるんですよ。で私たちの場合はこの1回でした。もう1回やればもうどんだけ戻る時に大変かっていうのもあるし、でこれをきっかけになんていうのかな、ちょっと違う部分で
一人のレスラーとして見てもらえるっていうこともあるんですね。もちろん大変ですけども、そのいる期間っていうのはすごく大変ですけど、こう何かやるんじゃないかこいつみたいな、ちょっと一目じゃないですけど置くっていうか、でこの何回も何回も脱走する人は脱走の人ねみたいな感じにはなっちゃいます。もう慣れちゃうっていうか、でまた戻ってきて、でどんどん後ろの後輩たちと同じ年代に扱われて、で本当の元々の同期からも新人扱いされるんですよ。でもそれでも耐えて戻ってくるってことは、そんだけね捨てられない夢があって戻ってくるんですけども、もう本当にそれは大変な思いだったと思います。こんな感じでですね、脱走者は後を絶たなかったし、毎年必ずいたし、実はですねこのすごくトップスターになってからも脱走している人たちっていうのはいっぱいいるんですね。でもちろん新人の時っていうのは入門してもう1ヶ月以内に半分以上は辞めるっていうのがほとんどのパターンです。だけども新人卒業して中堅になったトップスターで、あまりにも仕事が大変すぎてもう考える能力がなくなっちゃうぐらい、寝る時間もないぐらい仕事があってっていう人で脱走した方々もいらっしゃいます。それは本当に大変なことでしたね。このコーナーではですね、日本の全国にまだ辞めてとか脱走して辞めた方、そして脱走して戻って辞めた方とかいろんな人がいると思うので、もしも脱走私もしたよって人がいたとしたら連絡ください。このコーナーではどんどん脱走した人たちを、紹介していきたいと思います。その裏にねいろんなことがあった、それでそれをどうやって克服していったかっていうことを聞くのもすごく勉強になるだろうし、その背景にいる方たちとか一緒に携わった方たちにはなるべく名前を出さずに迷惑がかからないように、もちろんこれはフィクションですから大丈夫なんですけども、そういう形でいろんな脱走の事実を激白を皆さんにお聞かせしたいと思いますので、次戦他戦は問いません。脱走者の方ぜひ連絡してください。今回は初めての事件、青森八戸脱走事件でした。私この時本当に青森八戸のファンの方には本当に申し訳なかったと思います。すいませんでした。二度と脱走はしないように、もちろんやめてますから脱走はできないんですけども、これからの人生においても絶対に逃げずに、脱走をしないようにこれからも頑張っていきたいと思います。